動画としてご紹介できなかった今日一日のバンタンニュースをお送りするバンタンプチプチニュースです。プチプチをコンパクトにまとめて一日の最後にお送りします。本日11月25日のプチプチニュースのラインアップはこちら。BTS とHYBEが教育現場に韓国語普及への新たな一歩。グクの日本展覧会、ソニーがスポンサーに音響技術とグクが融合。J-HOPE、ニューロン、Amazon Music トップ10にランクイン、唯一のソロ快挙。J-HOPE、軍での夜勤中の温かいエピソードが話題に。テテ新曲、ウィンターヘッド2タイプの MV 公開予定。テテのウィンターヘッド MV はギリシャ神話のピグマリオン。本日の BTS の晩ご飯。おまけ、グク、そっくりさんコンテスト結果発表、意外な特別賞。それでは、早速行ってみましょう。レッシュゴー。ふーぬな。BTS とHYBEが教育現場に韓国語普及への新たな一歩。世界中で韓流ブームが続く中、韓国の教育部が新たな取り組みを発表しました。BTS のコンテンツを活用して、韓国語教育のさらなる普及を目指すという官民協力の拡大案が、海外での韓国語学習の需要をより一層高める期待を集めています。本日、韓国の教育部は、海外の小学校や中学校での韓国語教育の活性化を目指し、BTS のコンテンツを活用するなど、官民協力を拡大する案について議論しました。イ・ジュホ教育部長官は、戦略的な韓国語普及体系を構築するため、海外における韓国語学習の需要を調査分析し、韓国語教師が必要な地域へのネイティブ教師派遣を拡大する方針を発表しました。さらに、小中学校向けの韓国語教育コンテンツには、韓流スターの映像資料を積極的に取り入れる予定です。すでに海外韓国語教育開発機構は BTS のコンテンツ活用を目的にHYBEとの業務協約を締結したとのことです。BTS のコンテンツを教育現場で活用することで韓国語を学ぶ学生たちにとってさらに親しみやすく楽しい学習環境が提供されることが期待されます。韓国語の魅力とともに BTS のメッセージが世界中に広がり、韓国文化の架け橋となる未来が楽しみですね。ふーぬな。グクの日本展覧会、ソニーがスポンサーに音響技術とグクが融合。現在、新宿で開催されているグクの展覧会、ゴールデン・ザ・モーメンツ。この日本の展覧会が世界中のアーミーたちの間で注目を集めているのは、ソニーがスポンサーとして関わっているからです。日本で開催されているこの展覧会では、他の地域と同様にグクが着用した衣装や写真が展示されていますが、特別なコーナーも設けられています。それが、ソニーのテレビと360リアリティオーディオを使用したグクの歌声を体験できる空間です。ソニーがグクの展覧会のスポンサーとなったことで、アーミーたちは喜びの声を上げています。SNS では、世界でも最も成功しているブランドがグクのスポンサーになったことが嬉しい、グクの歌声と最高の映像技術を体験できるなんて最高といった祝福のコメントが溢れています。韓国ではサムスンがスポンサーを務めましたが、日本ではソニーがスポンサーとして名を連ね、多くの大手企業がグクを支えていることに、アーミーたちからはたくさんの祝福の声が寄せられています。実際に私もこのソニーのオーディオ空間でグクの歌声を聞いたのですが、まるでグクが耳元でささやきながら歌っているような感覚で、非常に特別なひとときを味わうことができました。
グクとソニーのコラボによって、アーミーはさらに深い音楽体験を楽しむことができ、これからもその素晴らしいコラボレーションを楽しみにしています。風ヌナ J-Hope、ニューロン、Amazon Music トップ10にランクイン、唯一のソロ快挙。ホビさんが軍服務中に発表した楽曲、ニューロンが Amazon Music の2024年ベスト K-POP ランキングにおいて、K-POP 男性ソロアーティストとして唯一トップ10に選ばれました。おめでとうございます。ニューロンは前向きで肯定的なメッセージが込められた歌詞が特徴で、スポーツの試合やテレビ番組など様々な場面で使用されています。特にアメリカのメジャーリーグ公式インスタグラムでもニューロンを使用した映像が公開されるなど、その影響力は韓国国内にとどまらず世界中で広がっています。世界中にハッピーなバイブスを届けたニューロンが Amazon Music のトップ10入りを果たしたのも納得ですよね。軍服務中にもかかわらず、音楽を通じて世界中の人々に希望と喜びを届けてくれるホビさん。ニューロンの成功は、ホビさんの音楽が持つ力と影響力を象徴しています。これからもホビさんが生み出す楽曲が多くの人々に笑顔を与えてくれることを願っています。ロサンゼルスで吸収した刺激がどのように新曲に反映されるのか楽しみですね。風ヌナ J-Hope 軍での夜勤中の温かいエピソードが話題に。ホビさんが除隊してから1ヶ月以上が経ち、アーミーたちの心は依然としてホビさんへの思いで溢れています。そんな中、ホビさんと同じ部隊に所属していた軍人さんが SNS を通じてホビさんとの軍での心温まるエピソードをシェアしてくれました。このエピソードは、ホビさんがどれほど軍で周囲に温かい心を持って接していたかを示す素晴らしい証です。その内容というのが、こちら。こんにちは。私は、チョンホソク軍曹と一緒に助手として軍務を共にした公認です。チョンホソク軍曹の逸話を話すと、暑い夏の日のことです。私にとってまだ全てが初めてでとても大変な期間でしたが、ある日、チョンホソク軍曹が当直で、私は不眠当番でした。当時、不眠当番は夜中の2時頃で、私は疲れた状態でとても大変でしたが、ホソク軍曹が従来の交代時間より少し早く来てくれたのです。そして、私にこんな風に話してくれたのです。大変だろう。初めては大変だよね。今日も大変でしょ。早く戻って少しでも寝てね、と。その言葉が私には大きな力になりました。また兵舎生活でもホソク軍曹から学ぶことがとても多かったです。同じ大隊の兵士たちがサインを求めたらいつでも応じてくださり、毎回親切に対応してくださったことが記憶に残っています。本当に温かい人だということを皆さんに知ってもらいたくシェアさせていただきました、と。ホビさんの優しさと温かさが軍隊での過酷な日々を支えたことが伝わってきます。アーミーとしてホビさんの人柄に触れるたびにますます誇りに思いますね。ホビさんのような存在が周りにいることでどれだけ多くの人が勇気づけられ元気をもらっているのか改めて感じるエピソードでした。これからも彼の優しさが私たちアーミーにとっての支えであり続けることを確信しています。風ヌナテテ新曲ウィンターヘッド2タイプの MV 公開予定。昨夜、待ちに待ったウィンターボーイ、テテの新曲ウィンターヘッドの予告動画が公開され、アーミーの間で大きな話題となっています。無限的で神秘的な雰囲気に包まれたこの予告編では、テテが映し出す数々の姿がアーミーを魅了してやみません。
MV の主人公であるテテは無彩色の寝室で目を覚ますものの、夢なのか現実なのかわからない数多くの場面が頭に浮かび混乱します。無限的な雰囲気が漂うこの動画でテテは様々な姿を見せてくれています。テテが作った彫像に静かにキスをしながら穏やかな時間を過ごしているかと思えば、突然派手な衣装を着て賑やかなパーティーを楽しむ姿も。また自分が彫像をこすったように誰かが自分の顔に触れるのを感じながら考えにふけるシーンもあります。どの場面でもテテは非現実的に輝いており、映像全体に流れる音楽と感覚的な画面転換が予告編のミステリアスな雰囲気を一層引き立てています。ウィンターヘッドの MV はもともと29日の午後2時に公式 YouTube チャンネルで公開される予定で、韓国の新世界スクエアでも同時公開されることが発表されていましたが、なんと昨日公開された予告動画もすでに新世界スクエアで流れているのです。まさに素晴らしいサプライズ。27日に公開予定の予告編第2弾もこちらの新世界スクエアで放映される予定です。さらに嬉しいニュースがもう一つあります。なんとウィンターヘッドの MV はテテが2タイプ用意してくれているのだとか。1つ目の MV の公開に続き、2つ目の MV が30日に公開予定で、デュエット相手のパク・ヒョシンさんも出演するとのこと。ファンにとっては期待が高まるばかりです。入隊前の慌ただしい期間にもかかわらず、テテはこんなにも先を見越して素晴らしいプレゼントを用意してくれていたなんて。本当にテテの愛が伝わります。テテの新曲ウィンターヘッドがすでにアーミーにとって忘れられない特別なものとなっているのは間違いありません。予告編を見てますますその魅力に引き込まれるばかりです。今後公開される MV や第2弾の予告編にも期待が高まる中、テテがどんな素晴らしい世界を私たちに見せてくれるのか楽しみで仕方ありません。ふーぬなテテのウィンターヘッド MV はギリシャ神話のピグマリオン。昨夜公開されたテテの新曲ウィンターヘッドの MV はミステリアスでありながらもテテの美貌が際立ち、一度見ただけで吸い込まれてしまうような迫力がありましたよね。実はこのテテの新曲 MV はギリシャ神話がモチーフになっているのではないかと海外のアーミーたちの間で話題になっています。テテが演じているとされるのはギリシャ神話に登場する一途な王様ピグマリオン。ピグマリオンの物語は愛と神々の力に関わる非常に感動的なものです。ピグマリオンはキプロス島の彫刻家であり、女性の彫像を作ることに情熱を注いでいました。彼は女性の美しさに強く惹かれましたが、現実の女性には失望していたため、理想的な女性像を彫り上げました。その彫像は非常に美しく、まるで生きているかのようでした。ピグマリオンはその彫像に名前を付け、ガラテーヤと呼びました。そして彼は彫像に対して愛情を抱き、まるで本物の女性のように接しました。彼は神々に祈りを捧げ、ガラテーヤが命を得て実際の女性になってほしいと願いました。女神アフロディテはその祈りを聞き入れ、ガラテーヤに命を与えたのです。このギリシャ神話の物語は、愛が奇跡を起こす力を持つこと、そして理想の愛を追い求め続けることがテーマとなっていますが、ウィンターヘッドの MV にもその要素が多く込められています。テテが演じたピグマリオンとのリンクに気づくと、その深いテーマ性がより際立って感じられます。テテが実際に一途な王様ピグマリオンを演じたのかどうかは MV の本編が公開されてからのお楽しみ。アーミーたちがその解釈をめぐって熱く議論することが予想されます。
とっても楽しみ。ふうぬな。本日の BTS の晩ご飯。それでは、本日も BTS の晩ご飯を見ていきましょう。まずは、同じメニューのナムさんとテテから。2人の晩ご飯は、醤油卵かけご飯、唐辛子マグロキムチチゲ、カニカマ天ぷら、味付け海苔、キムチ、甘栗で合計1242キロカロリーでした。続いて、第5師団のジミンちゃん、グクの晩ご飯は、チャーシュー丼、卵スープ、イカリング、コーンサラダ、白菜キムチで合計1357キロカロリーでした。そしてシュガさん、1週間のスタートとなりましたが、気づけば今週で11月も終わり。時の流れには本当に驚きますね。シュガさんも私たちと同じように、時間が経つのが早く感じてくれていたら嬉しいですよね。ふうぬな。おまけ、グク、そっくりさんコンテスト結果発表、意外な特別賞。先日の動画でもご紹介させていただきましたが、アメリカのシカゴでグクそっくりさん大会が開催されました。こちらが参加された男性陣です。そして見事1位に輝いたのはアンドリュー・アレキサンダーさんでした。おめでとうございます。アンドリューさんは YouTuber。アンドリューさんのお姉さんも YouTuber なのですが、4年前からお姉さんは弟はジョングクに似ていると動画で紹介していたのです。確かに4年前の動画ではどこかグクを感じますよね。きっと今回の大賞を受けてアンドリューさんのお姉さんも喜んでいるはず。そして今回特別賞として急遽選ばれたのがこちらのかわいいワンちゃんだったようです。かわいい。グクが兵役中で不在の間もこのようにグクのことで各地で盛り上がっているのはとっても嬉しいことですよね。以上が11月25日のプチプチニュースでした。12月15日は12時間忘年会生配信番組フスタ2024が開催されます。ジンさんのソロ曲ハート・オン・ザ・ウィンドウの作詞作曲を手掛けたショレルさんとの独占インタビュー、今年1年の BTS を振り返りつつ皆様との電話コーナーなど内容が盛りだくさんです。その他にも、明石家サンタならぬ、ふうぬなサンタ、新婚さんいらっしゃいならぬ、新規さんいらっしゃい、といったコーナーなども用意しております。詳しくは、概要欄をチェックしてください。また、皆様からのお便りをご紹介させていただきます。今回のお題は、どんな BTS の1年でしたか？です。皆様の BTS な1年を200文字以内でお送りください。送り先は、ふうぬなの X の DM です。お題の締め切りは、12月14日土曜日のお昼12時までです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ふうぬなチャンネルでは、BTS の情報を毎日発信しています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。